では今回はもう次回ヤシャ姫が明日に迫っているんですが、その前にもうちょい最新話である41話話してないところありましたので、掘り下げていこうかなと思います。まずはこちら、そのアクルというのが、とりあえず犬の一族にだけ見ることができるっていう話だったんだけど、ちょこちょこね、邪剣にも見えてるような場面、発言がね、あったんですが、ちゃんとその今回で邪剣は犬の一族ではなく、キリン丸と同じように音だけでいることを判断していたのが判明しておりました。だから前の話でも、この悪天候とその殺生丸様の飛ぶ風圧の中ね、風車の音を聞き分けていたというその邪剣の耳の良さもね、一つ明らかになったのかなと思います。特別なね、この風車音が出ていたという可能性もあるんですが。で、次は、その前回の動画ではね、軽く流してしまったとこなんですけど、ここの、そのヤシャ姫たちを追いかけようとしたキリン丸、犬ヤシャが、娘には指一本触れさせねえぞと言って、止めるシーンがあったんですけど、ここがすごいね、良かったという意見を、僕の大会の話ですが、多く、見かけました。ここはその、ただ、キリン丸を止めるだけではなく、直前のモロハに仲間のところに行かせるところも含めて、その、これまでの犬ヤシャではなかった、汎用にヤシャ姫だからこそ見ることができた、その父、犬ヤシャとしてのね、姿が、また一つ、ぐっと来たのかなと、勝手に思っています。続いてこの弥勒様のとこなんですけど、弥勒様がサンゴのお尻をね、触ろうとして叩かれていたところに、僕はね、安心しましたよ。いろんなね、ここ安心あるんですが、まずサンゴでよかったっていうところね、これ仮にですよ。違う人とかでしたらもう大変なことになってました。あとちゃんとそのスケベ心がね、残っていたところで、過去の話とかだとまた違ったりするんですが、そのヤシャ姫内での弥勒様って、完全に煩悩を捨て去ってしまったのかと思えるぐらいも仇の男。それにね、魅力もあったりするんですけど、やっぱその弥勒様こうだよなっていうのが残ってくれたことへの、安心。その修行をしていたが、その千日行をしていたがゆえに、という、シーンがなかったのかなっていうのもあるんでしょうけど、でもそう考えるとこの煩悩を抑え修行に励んだというのはね、並大抵の努力ではないはずですので、とんでもないね、力を手に入れている、可能性もあるんではないでしょうが、まだね、その千日行を終えていないっていうのと、そのキリン丸との戦いがその千日目の締めくくりにしようともね、言っておりました。あと、弥勒様は、キリン丸を倒すために千日行をしており、で、一の章で過去に強い妖怪と出会い自分の無力さを悟って、この千日行をしていう話から、おそらくそのキリン丸とも、出会っているのかなと思われますね。そして次にこちら、タイジアが、扇勝や柊家の、柊壇上から託された本物のね、菊十文字があったんですけど、これ託されたことで、ちょっとね、僕の中で繋がったと言いますか、コメントでもね、少し見かけたとこではあるんですけど、この刀がね、どういうことに使われるのかっていうのは定かではないんですが、多分その最後の戦いとかで、菊十文、この本物の菊十文字が折れるかなんかしちゃうんだけど、返さないといけないわけです。これ借りてるだけなんでね。うまいことを、似せて作り直して返すとかね。だからその巡り巡って現代でトワが手にした時にはすでに、偽物だったのかなという話。それともですね、本物をトワさんが現代に持って行ってしまうパターン。これもあるかなと。これがその本物を返すためにとか、思わず持って行ってしまったとかね、あると思うんだけど、結局そのせいで、過去の方では偽物を返すしか、同じように偽物を返すしかなく、その偽物が、本物として受け継がれてしまった的なね、偽物だった真実が実は、過去の自分自身のせいだったんだよというタイムスリップ系あるある展開が見えるかもしれません。そして次はこの、楓の村に戻ったカゴメが戦以上に危険なことが起きるから村人の避難を、呼びかけていたんだけど、これはその後のキリン丸との決戦を暗示しているのか、それとも時の風車とかまた別の何かね、危惧することがあるんでしょうかね。で、次にね、これ次回先行カットの話になってしまうんですが、次回でキリン治が、骨食いの井戸を通った直後の話がね、明らかになると思われるんですけど、ここでその疑問に上がっていたのが、この場所がいつの時代の井戸なのかっていうところだよね。まずこの画像から内装はね、小綺麗ではありますが、だいぶカゴメがいた現代の井戸の感じと似ていますので、平成令和あたりだと思えるんですけど、キリン丸の腕が井戸に捨てられたのって、ヤシャ姫の話が始まる600年前、現代から考えると約1100年前とかになってきますよね。じゃあそのキリン治っていうのは井戸に入れられて約1000年ぐらい時を超えてきたのかなというとこ。でもそれに対してカゴメさんって井戸を通って500年時を超えて、その犬ヤシャの時代に来ていたから、どうなんだろうっていうとこ。もちろんその決まった時代にだけ飛ばすんではなく、何かしらのそこの意志が、働いているっていうのも考えられるし、でもその戦国時代で1日過ごしたら500年後の現代でも1日経つみたいに、その時間経過がシンクロしているところあったじゃない。だからそうなってくると、どうなる
ちょっとパッとではね、わかるとこではないような気がしてきたんで、まあ、次回でね、ここら辺も判明するかもなんですが、そこまでね、分かってこなかったら、改めてちょっとここだけね、考えてみようかなと思います。まあ、そんなところがね、他にもあるんだけども、とりあえず、前回話せなかった部分での41話の話でございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。